東京町探検です。今回の探検は南千住から吉原遊郭の跡までを何回かに分けて歩きます。その1回目は南千住、奥州道中や石神井用水と絡めて見ていきます。どうぞご覧ください。スタートは JR 常磐線などの南千住駅です。駅前に松尾芭蕉の像が立っており、奥の細道矢立はじめの地とあります。奥の細道の旅に出て最初の句矢立はじめの句を千住で読みました。ただ細かいことを言うと、芭蕉は船で隅田川を遡り千住大橋で上陸して北に向かったので、ここには訪れていません。千住大橋にはこのモニュメントがあります。駅のすぐ西側で五街道の一つである奥州道中に突き当たります。歴史的な地名である小塚っ原を縮めて小津通りとも呼ばれているようです。江戸時代、小塚っ原には罪人の処刑場がありました。当時は見せしめで犯罪抑止を狙っていましたから、江戸の外れでそれでいて人通りの多い街道沿いに刑場を設けました。東海道沿いの鈴ヶ森刑場も同様の立地です。右手一帯がその場所です。警視者や無縁仏の供養のために建てられた小塚っ原恵光院の中に史跡エリアが設けられています。この日はたまたま工事中で車が止めてありましたが、奥に進めば史跡エリアに行くことができます。右から2番目は高橋おでん、4番目はネズミ小僧の墓です。突き当たりは安政の大獄で処刑された福井藩士橋本左内の墓と鞘堂。こちらはその顕彰碑です。同じく安政の大獄で処刑された吉田松陰の墓です。肝臓記念碑です。江戸後期の1771年、杉田玄白、前野良沢、中川淳安らはここで行われた譜分け、解剖を見たことをきっかけに解体新書を作り上げ、それ以降蘭学が盛んになりました。その記念碑です。奥州道中小津通りを南に向かい、常磐線の高架橋をくぐります。さらにガードが見えてきました。東京メトロ日比谷線です。地下にはつくばエクスプレスも走っています。高架を走る地下鉄の手前に延明寺があります。恵光院の別院でしたが、今は独立したお寺です。大木塔と大きな石の地蔵があります。延明地蔵、あるいは首切り地蔵とも呼ばれ、警視者の供養のために作られました。東日本大震災で大きく損傷しましたが、修復が完了しました。先ほどもお話ししたように、高架線と地下に3本の路線が走っていますが、地上にも貨物線の線路があります。それを越えるための歩道橋を渡ります。
前に見える線路は6本、すべて貨物線です。奥に向かうと線路は何本にも分岐しています。ここは隅田川貨物駅。貨物列車に荷物を積み下ろしする貨物専用駅です。ここからでは見にくいのですが、奥の方では線路の間がアスファルト舗装されており、貨物列車の隣にトラックが横付けし、コンテナを積み替えています。これは2019年の航空写真です。線路の間のアスファルト部分に茶色や水色のコンテナが置かれています。こちらは終戦直後の1947年です。アスファルト部分は黒っぽく見える掘り割りになっており、小舟が何十艘も浮かんでいます。掘り割りは右端にわずかに見えている隅田川につながっており、水路を経て都内各地に運ぶことができました。この駅は鉄道による長距離輸送と川舟による短距離輸送の結節点でした。川舟による輸送は1960年代まで続いていたようです。現在は船の役割をトラックが担っているわけです。歩道橋を下り、さらに南に向かいます。まもなく明治通りと交差する涙橋交差点です。涙橋と聞くと、私は世代的に千葉哲也さんの漫画「明日のジョー」を思い出します。ジョーが通う丹下健闘クラブは涙橋の下にあるという設定でした。涙橋の下を流れていた川は思い川といい、明治通りの手前北側に沿って流れていたようです。しかし漫画の連載時にはすでに暗渠化されており、橋はありませんでした。涙橋という名前は小塚っ原の形状に向かう囚人たちや家族知人の流した涙に由来するそうです。漫画の中で主人公矢吹丈が住んでいた町を少し歩いてみましょう。旧町名から山谷と呼ばれる地区です。道路に面した看板をご覧いただくと、ホテルの文字が目立ちます。旅館業法では簡易宿所に分類されるところが大部分です。明治通りの南側に入っていきましょう。左のホテルの看板には冷暖房完備、カラーテレビ、庭園風呂とあります。それで1泊2250円。他のホテルもだいたいこのくらいの値段でした。江戸時代からこの辺りは街道沿いでありながら宿場からは外れており、燃料の薪代程度で泊まれる貴賃宿が多く集まっていました。戦後の復興期から高度成長期にかけて、特に東京では多くの工事が行われ、その労働に従事する人々に向けた簡易宿所が立ち並びました。現在、簡易宿所は半減したそうですが、ここは東京の復興と高度成長を下支えした地区と言えるのではないでしょうか。そして、ここ山谷地区も小塚っ原の形状も、江戸、東京という超大都市の外れにあり、しかも街道沿いだからこそ成立したわけで、その共通性が興味深いです。近年、この辺りの宿泊施設には新たな需要があるそうです。それは外国人の利用です。料金が安い上、
諸外国の安宿街に比べて治安が良く、しかも秋葉原、浅草、銀座などへの交通の便が良いことから、外国人受け入れ可能なゲストハウスやホテルは大人気なのだそうです。ただこの日歩いた限りではそうした様子は見られませんでした。山谷の中心部分までは行かなかったからかもしれません。明治通りの北側に戻ってきました。この辺りにも簡易宿所が何軒かはありますが、駅に近いためか新しい住宅も増え、よくある下町の住宅街の景色です。さて話は変わり、涙橋の下を流れていた思い川は突き当たりの道のところを流れていました。その暗渠跡をたどっていきます。今の景色から川を想像するのは難しいですが、その痕跡を見ることはできます。というのは、思い川は台東区と荒川区の境目になっていたからです。かつては東京市下谷区と北豊島郡南千住町の境界でした。台東区街路灯とあります。道路の左側は台東区です。そして思い川を境にして、右は荒川区南千住2丁目です。今歩いてきた道が区境、つまり思い川の跡だとわかります。思い川はこの交差点を左に曲がっていました。川の跡を境に左が台東区、右が荒川区です。このようにかつての川を区境にしている例は都内に多くあり、このチャンネルでも何度かご紹介しています。説明欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。ところで、思い川の水源は石神井用水、別名を音無川という人工の水路です。石神井用水は自然河川である石神井川の水を北区の王子で取り入れ、この近くまで引いてきたもので、石神井用水の水をさらに分けたものの一つが思い川です。とはいえ、思い川には、源頼朝がこの川で馬を洗ったという伝説があり、その時代に用水はなかったはずですから、もしかするともともと自然の小川があり、そこに石神井用水の水の一部を分けていたのかもしれません。ここまで思い川跡を挟んで左台東区、右荒川区でしたが、ここで少し違う状況が現れます。この消火器、荒川区のものです。道路の左側も荒川区になっています。実は思い川はこの2棟の建物の間を流れていました。そして区境もここにあります。右のお宅は荒川区でしたが、左側のこちらのお宅は台東区箕輪2丁目です。思い川は左にそれましたが、こちらはもう少し直進します。このお寺は常観寺、別名投げ込み寺です。江戸時代、吉原で亡くなった遊女たちはこの寺に葬られました。特に幕末の安政2年に起きた江戸地震では、地盤が軟弱な上に出入り口が一つしかない吉原では1000人余りの死者が出て、多くの遊女たちがこの寺に投げ込み同然に葬られました。そのことから投げ込み寺と呼ばれるようになりました。
遊女たちを供養する新吉原壮麗塔です。この寺に埋葬された遊女は2万人を超え、過去帳によると死亡平均年齢は 21.7 歳だったそうです。生まれては句会、死しては上観寺の川柳が刻まれています。壮麗塔の向かいには、しばしばこの寺を訪れ、遊女たちの死を悼んだ長井家風の紙碑があります。上観寺を出て、お寺の塀に沿った道を進みます。この道は、思川の水源だった石神井用水の跡です。今は上流に向かっていますが、私の背中側200メートルほど下流で思川が分かれていました。見えてきたのは国道4号線です。江戸時代は将軍が上野寛永寺に参詣する際のおなり道から続いている道で、この先の千住で奥州道中に合流する幹線道路でした。石神井用水は向こうからこちらに流れており、それを渡る橋がかかっていました。違う角度から見ました。水路にかかる部分だけ歩道が盛り上がっているのですが、この映像でご覧いただけるでしょうか。これが石神井用水にかかる橋、箕輪橋の痕跡だと言われています。前方100メートルほどのところに都電荒川線箕輪橋駅があります。南千住を歩いた今回の動画は、ここ箕輪橋跡で区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は石神井用水に沿って吉原に向かって歩きます。次の動画もぜひご覧ください。